日本語を勉強したい。そんな人のための動画。今日で初めてなんだけど、10分だけで単語を1000個も詰め込める。まあ、やるけど。絶対編集が大変だよ。これ、2回か3回スマホで撮影してて、もう4回目くらい、50分も時間を無駄にしてて、単語が少ないと気になるんだよね。この単語を増やそうとか、これ、動画を作るクリエイターはわかると思う。まあ、アニメの声とか、VTuber の配信がリスニングしやすくなるように、雑談っぽくカジュアルに話しますね。自分の日本語は少し早いけど、単語は簡単だと思う。自分は英語を勉強してるけど、アメリカ英語かイギリス英語かまだ迷ってるんだよね。ちゃんと決めたいんだけど、アメリカ英語はずっと R と TH の音になれない。音が出せない。イギリス英語はカタカナに近いけど、ちょっと難しいんだよね。コックニーの発音は簡単だけど、コックニーはおすすめしないってコックニーの人がよく言うよね。でも、イギリスの英語はどれもかっこいいと思う。最近韓国語の勉強もしてて、まだ1ヶ月だけど、単語も文法もめっちゃ似てるので、めっちゃ覚えやすい。あの国って K-POP アイドルとか歌手とかずっと勢いがすごいよね。たまに誰かわからないけど、音楽はめっちゃいいみたいなことあるよね。不思議だなって感じるよね。韓国の食べ物も中毒性が高い。一時期辛ラーメンばっかり食べてた。めっちゃ美味しい。あと焼肉もすごいよね。韓国料理のお店ってだいたいチキンとか豚肉が多いんだけど、安いんだよね。自分の家は東京なんだけど、近くにある専門店が1000円で満足できるのよ。チキンと豚肉と卵のスープとおにぎりとデザート。すごいよね。ランチ限定だから昼ご飯の時間しかやってないんだけど、1万円行くところもあるのに1000円だけでめっちゃ楽しめる。マジで最高よ。まあ普段は100円のパンと10円のうまい棒を食べるけど、もうお金がないからやばいよ。自分はパートの仕事をいろいろやったんですけど、5回か6回かな。めっちゃ仕事を変えたんだよね。もともと学校の先生を目指してて、でも大学に入ったら医者とか銀行とかそっちに興味が出たんだよね。世間から評価されてるし、お金持ってる印象もあるよね。結局22歳の時にスマホメーカーで働いたけど、正直微妙だった。お金も微妙だし、仕事の内容も微妙。結局また3回か4回仕事を変えて、パソコンメーカーで2年働いてましたね。最初の1年はオフィスが10階だったんだけど、高いところが苦手でずっと怖かったんだよね。最後の1年は3階になったからめっちゃ安心したんだよね。自分の家族なんだけど、よく知らないんだよね。父親と母親は連絡取ってない。兄と姉はいじめてくるから嫌い。もう知らない。自分は将来子供とか絶対作らない。この話題大丈夫かな。まあ、両親がいる人とか、嫁、旦那がいる人とか、娘、息子がいる人とか、大切にしてあげてね。自分みたいにならないように。悲しいね。おじいちゃんおばあちゃんは好きなんだけどね。妹か弟が欲しいなっていう人めっちゃ多くない？絶対嫌なんだけど。もし2歳とか3歳年下の子供がいたら想像以上にイライラすると思う。自分はめっちゃ動物が好きでペットを飼いたいと思ってて、犬とか猫もいいけど、犬は2匹飼ったことあるし、猫は4匹いたんだけど、鳥に興味があってフラミンゴとかめっちゃ好き。まあ、でかい鳥はアフリカとかヨーロッパしか飼えないと思うけど、近所で鶏が飼われてたからそのおかげなのかな、わかんないけど。でも、鳥は昔から好きだね。来年あたりに1羽か2羽は買いたいね。自分は服に興味がなくて、ユニクロみたいな安いものしか買わないんだよね。下着とか靴下とかズボンとか必要なものだけ買うんだよね。髪もめっちゃ適当だし。ファッションは帽子くらいかな。こだわりがあるのは帽子だけかも。自分は日本以外の国に住んだことないからわかんないけど、日本って山がたくさんあって、海も広いし、川もいっぱいあるんだけど、全部嫌いなんだよね。山は熊が怖い。川も熊が出そう。海は広すぎて怖い。空も雲が怖い。木があると虫が出るから好きじゃない。自然が嫌だから東京にいる。まず、外が嫌いなのかも。風が強いのは嫌だし、夏が暑いのも嫌だし、冬が寒いのも嫌だし、草とか花がいっぱいあると蜂に刺されるかも。もう何もできない。終わりだよ、自分の人生。生まれた時から体が弱いのもあると思う。よく頭痛くなるし、首も痛くなるし、腕も痛くなる。スマホとかパソコンでゲームやってると、手とか指をめっちゃ動かすじゃん。目も使うじゃん。1時間半くらいで疲れちゃうんだよね。昨日か一昨日の話なんだけど、首めっちゃ痛かった。もっと遊びたいって思うんだけどね。
メンタルは大丈夫なんだけど、体がダメになるんだよね。自分はカフェインもダメで、コーヒーが大好きで、2杯か3杯は飲むんだけど、カフェインレスじゃないと体調が悪くなるんだよね。お茶もダメだし、紅茶もダメ、コーヒーも飲めない。水とか牛乳とかコーラとかジュースじゃないとすぐ体調悪くなる。あと、酒もダメなんだよね。ビールとかワインも苦手だね。明日か明後日に友達とお酒を飲むんだけど、ちょっと嫌だなって思ってる。一番困るのは、お茶を持ってくる人。お茶どうぞって言われて、ありがとうって言うんだけど、飲めないんだよね。だから、友達の家にお茶を持っていく。もう友達にあげちゃう。正直好き嫌いが多いんだよね。小さい頃甘いものが好きで、リンゴとかイチゴとかブドウとかみかんとか、あと梨とか果物ばっかり食べてて、普通の食べ物をあんまり食べてなかったかも。朝ごはんが味噌汁とリンゴだったこともある。それで喜んでた。やばいよね、普通に考えて。自分、車とかバスとか乗り物が苦手で、飛行機とか船とか想像したくない。地下鉄の電車は外が見えないから好きなんだよね。だから東京にいるんだよね。小学生の時にバスケをやってたんだけど、身長が低いからめっちゃ弱かったんだよね。でも、中学生の時にテニスの王子様に憧れて、テニスを始めたらめっちゃ得意だったと思ってたんだけど、高校生の時に先輩にボコボコにされてやめたんだよね。最近、昔のランドセルを見つけて、筆箱があったんだけど、鉛筆とか消しゴムとか、ハサミ、ボールペン、シャーペンとか、いろいろ出てきて、当時のノートとか教科書がマジで懐かしかったんだよね。小学生に戻りたいね。小学校の時に古い家がリフォームされて、部屋全体が変わって、椅子とか机とか全部変えて、窓とか階段とか屋根とか全部壊して、新しい家になって、部屋も大きいんだけど、ちょっと寂しかったんだよね。これが新しいお家って思ったけど、昔の家を思い出すと、寂しい気持ちが出てきて、ちょっと複雑だったんだよね。でも、ボロボロの冷蔵庫がピカピカになったのはめっちゃ良かった。月曜とか火曜とか水曜とか曜日って分かりづらくない？先週の木曜は楽しかったとか、来週の金曜遊ぼうよとか、それ何日って思っちゃう。11日 ?12 日いつなの？日付で言ってくれないって思っちゃうんだよね。これって自分だけ？ 12 日の土曜とか13日の日曜とかカレンダーを見ないと分からないから、日付で言ってって思っちゃう。今週の土曜が誕生日なんだとかね。今週って言うならもう明日とか明後日とか3日後って言えばいいじゃん。これ自分だけなのかな？多分自分だけだよね。でもめっちゃ気になる。新しいキーボードがついに来たんだけど、いくらだっけ？多分9000円くらい。部屋が暗いし、汚いから明るくできるやつが欲しいと思って光るキーボードにしたんだよね。あと、音がうるさいから静かなスイッチを選んだ。前のキーボードは反応が遅いと思ったけど、今のキーボードはめっちゃ速い。多分前のやつは厚みがあってストロークが長いんだよね。今のキーボードはめっちゃ薄くてストロークが短い。だから反応が早い。大きさも良くて、横が30センチで、縦が10センチくらい。テーブルの横幅が1メートルで、マウスパッドが70センチだからちょうどいいんだよね。あと、叩いた時の音がいい。触っててめっちゃ楽しい。でも、薄いキーボードって厚みがあるキーボードより位置が低いから、たまにタイピングでミスするんだよね。そこだけ微妙かも。自分が東京に来る前はめっちゃ田舎者で、映画館まで車で1時間とか、薬局まで自転車で30分とか、やばいくらい田舎だったんだよね。薬が必要な時にすぐ買えなかった。でも東京は何でもあって、コンビニとかスーパーは近くにあって当たり前で、病院とか薬局もあって、大きな公園とか水族館とか博物館とか、よくわからない F ランク大学とか、マジで何でもある。街を歩いてたらめっちゃ人がいるんで、人が多いのが嫌だって人もいるけど、自分は安心するんだよね。だから東京が一番好きかな。先月の話なんだけど、朝ごはんか昼ごはんを食べてる時に、なんか外が騒がしくて、何を騒いでるのと思って、外に行ったら、トラックが2台あって、パトカーも2台あって、そこに警察がいて、怖い感じだったんだけど、道が狭いところにトラックが2台入れなくて、ぶつかったらしい。ちょっと恐ろしいよね。アルバイトしてた時に椅子に座るだけでしょ、楽なバイトだねーと思ってたんだけど、一日中ずっと座ってて腰がめっちゃ痛くてかなりしんどい。ただ座って待つだけなんだけど楽じゃないね。その後友達と一緒に飲食店でバイトしたけど、めっちゃ忙しくてめっちゃ大変だった。働くのが好きじゃないって気づいて半年で辞めた。春が終わって夏休みに入ったり、秋が終わって冬休みに入ると何をして過ごせばいいのかわからないんだよね。便利な時代だけど、便利すぎて何をすればいいのかマジでわからない。とりあえず原神のガチャを回して過ごしてる。
自分は足が太いんだけど、腕が細いから痩せてるってよく言われる。でも、結構太ってるんだよね。体重が70キロぐらい。毎朝運動してるから、足は筋肉があるけど、腕は筋肉がないんだよね。毎晩筋トレしようかなってちょっと考えてる。自分、歯が弱くて、ちゃんと歯を磨くんだけど、虫歯が多いんだよね。10本ぐらいある。あと、鼻にニキビが出る。これ嫌なんだよね。普段の食事で甘いものとか油が多いとニキビが出やすいんだけど、やめられないんだよね。あと、目も悪くてメガネがないとよく見えない。耳も悪くて音量を大きくしないとよく聞こえないんだよね。髪の毛もよく抜けるから将来ハゲになると思う。最悪だよね。友達から借りたものってめっちゃ忘れるんだよね。一昨日渡したやつ返してよ。あーごめん、忘れてた、みたいな。悪いと思ってるんだけど、いつも忘れちゃうから申し訳ない気持ちになるんだよね。日本語がわかりますか？これ広告で大量に流れてこない？もう100回くらい見たよ。I can't believe I'm learning Japanese right now. This is insane. ここまで言えるからね。それはどうでもいいんだけど、コンビニの日本語ってさ、めちゃくちゃ難しいよね。例えば、挨拶が、しゃぜー、おざす、おざますみたいな。もはや日本語なのかって考えちゃうよね。それだけじゃなくて、これ読みますか？またますか？元気ですか？一度。ガチで意味不明だよね。発音がごちゃごちゃに崩れてて、全然聞き取れないでしょ。外国人の観光客大変そうだね。普通の会話だとそんな早くないのに、なぜかコンビニは倍速みたいな感じ。半端ないんだよね。アメリカのテレビの生放送を視聴してて、天気予報が放送されてたんだけど、日本のアナウンサーみたいな、今夜のお天気は曇りのち晴れでしょうっていう感じじゃなくて、無なの。誰も出てこない。何も言葉を喋らない。ただ情報が存在するだけ。英語を練習したいと思ってだいぶ期待してたんだけど、英語ゼロだったからちょっと残念だったね。この間ガソリンスタンドで友達と大声で会話してて、いつもと比べて倍ぐらいの音量でとんでもなくうるさい声で爆笑して盛り上がってたら、男性の店員に注意されて、騒ぐのはご遠慮くださいって叱られちゃって、だいぶ恥ずかしい経験しちゃった。とても反省してます。これからは気をつけます。こうやってしっかり謝る。これ本当に大事だよ。歯医者とか病院とかだいぶ苦手なんだよね。この前あったのが、看護師が注射を打つじゃん。うわーって叫んじゃったの。当たり前だけど注意された。騒ぐのはご遠慮くださいってまた同じセリフを言われちゃったんだよね。なんか僕っていつも怒られてる感がある。過去の話なんだけど、友達を何人か連れてマックとかで集まるんだけど、僕って遅刻しまくるの。何度も注意されたんだけど、今まで遅れた回数はもはや数えきれない。間に合うことの方が珍しい。寝坊しちゃったり、電車の乗り換えに失敗する。自分で地図を確認するのも苦手で、友達に案内してもらわないと秒で迷子になっちゃうんだよね。自分でもびっくりする。LINE の返事が遅くて約束を守れないとかね。それで迷惑をかけちゃうのよ。だから近頃は遊びに誘われても遠慮するようになっちゃったな。僕はいいやみたいな。断るようになっちゃった。人生適当に生きてるからな。小学校時代に忘れ物しちゃって、確か社会のテストの直前に予習したことを書いたノートが机の引き出しになくて、探してもなかったから復習できなくて、試験で0点だったんだよね。その時先生に説明はしたけど、言い訳はいいから勉強しろって言われて、また叱られちゃった。失敗したなと思ったよね。ちょっと泣いてたね。海で釣りしたり貝を拾うのが趣味なんだけど、砂とか泥が服にかかってありえないくらい汚れる。毎回服を着替えたり靴を取り替える必要があって、カニとか魚を捕まえるのは好きなんだけどね、そこがめんどくさいと思っちゃった。いい習慣のはずなんだけどね。役に立つかどうかは別だけど。最近まで太ってたんだけど、健康の意識が上がってて、今年こそ健康になるって決めてダイエットしてる。生の魚が体にいいからかなり摂取してる。苦い青汁とかも飲んでる。匂いがダメなんだけど、栄養が足りるかなって心配になっちゃうから我慢しながら飲んでる。努力してる自分を褒めてほしい。床屋さんとか美容院で髪を切ってもらうときにめっちゃくすぐったいの。この症状本当に直したい。動かないでって言われても動いちゃうんだよね。だから電話で予約する段階で2分くらいで一気に切ってって伝えてる。そうすればどうにかなる。もうご了承だよね。僕ってタレント事務所で働いてた時期があって、字が下手すぎて事務の仕事が全然できてなくて、住所もまともに書けないの。上司がびっくりしてたんだけど、驚くのも無理ないよね。だから国語辞典開いて漢字の復習をしてたんだよね。いい大人なのにめちゃくちゃかっこ悪いって自分でも思ってる。
日本の夏って気温がやばくて冷房が必須なんだけど、着物とかで外出るのがしんどい。あと湿気もやばいし、それに台風が本当にすごくて、突然雨が降り出してほんの一瞬でシャワー浴びてんのかなってくらいびしょ濡れになるの。だいたいコンビニで傘を買うんだけど、まあまあな値段するでしょ。1000円ちょいとか。高い金を払うわけじゃん。傘が盗まれるのは無理もないよ。雨が止むまで待てないだろうし。はっきり言って最近の日本人あんまりお金ないし、経済の状況が良くないからね。生活が苦しいのは政治が悪かったね。これは難しい問題だよね。去年パソコンを買ったんだけど、すぐ故障しちゃったんだよね。ゲームやり込むからそのせいだと思うけど、壊れるの早すぎじゃない？しかも治るのは時間がかかる。まあゲームで負けるとパソコンを殴るから、それが良くないんだろうね。イライラがゲーム機とかパソコン本体に向かうんだよね。コントローラーを投げるとかね。悪い癖なんだけど、なかなか治らないんだよね。最近はすっかり秋だなぁと思ってたんだけど、いきなり寒くなったね。暖房が必須だよ。冬の季節もだいぶやばくて、道路で滑るんだよね。交通事故で亡くなる人も増えるし、場所によっては水道が凍る。東北地方とか北海道とかね、再来月あたりは死ぬほど寒くなるんだろうな。僕の実家が田舎すぎるのよ。田んぼに苗を植えるとか、湖で釣りしてるとか、森で散歩してるとか、春だったらお花見してるとか、田舎の娯楽ってつまんないのよ。みんな親切だけど、刺激が少ない。それに不便だし。だから僕は東京が好きなんだよ。ビルだらけの景色がたまらない。家の周りを見渡しても、草とか葉っぱが少ないのがいい。虫が出にくいからね。動物園とかもあるし、僕にはニューヨークとか向いてんのかも。アラスカとか絶対不向きだよね。生活できる場所とは思えない。もう地元に戻ることはないね。港とか空港があってすぐ東京に移動できるなら考えなくもないんだけどね。もう都会に慣れちゃったからな。再来週あたりから入院するんだけど、レーシック手術する予定で、丸が映ってるやつで検査した結果、視力 0.1 しかなかった。それが 0.5 になるらしい。だからめっちゃ楽しみ。でも病院ってなんか怖いから、できる限り1日でも早く退院したいなって思ってる。すっごい昔なんだけど、水泳スクールに通ってて、プールが深いからよく溺れてた。あと、先生の足を踏んでた。その先生は優しくて親切な人だったから、あんまり怒らなかったんだよね。いい人だなぁと思った。僕って昔から眠りが浅いから地震の夢を見ることがめちゃくちゃあるんだよね。僕の住んでるマンションって2階建てなんだけど、建物が揺れて棚が倒れてきたり、ガラスを踏んで怪我をしたり、隣のアパートから火が出て火事になっちゃったり、そういう夢ばっかり見る。災害には気をつけなきゃね。安全が第一だよ。月と太陽が落ちてくるみたいな変な夢もよく見るけど、これは気をつけようがない。その時はその時だね。指輪とか腕時計とかアクセサリーを集めるのが趣味で、星の形の飾り物とか見つけてテンション上がるんだよね。100円ショップの安物だけど値段以上の価値があると思うの。友達の引っ越しを手伝う機会があって、平日の昼間から10キロの荷物を届けるっていう地獄みたいな作業をしてた。エレベーターが開く時に挟まれそうになったり、ドアを開けるだけでも大変なのに報酬とか一切なかったの。ちょっとしたお礼は欲しいよね。最近空気が乾燥してて、お風呂から上がって髪が乾いた時になんか毛がパサパサなんだよね。触ると違和感がある。季節のせいだと思うけど、布団に入る時もチクチクする。なんか不快なんだよね。だいぶ昔の話だけど、家から学校に向かう時になんか具合悪いと思ってたんだけど、それでも学校に行かなきゃと思って無理して行ったら、結局体調崩しちゃって親が迎えに来るっていう。まあ無茶するのは良くないよね。何事もほどほどにしよう。もうすぐ誕生日なんだけど、普通の人なら喜ぶイベントだよね。でも人生の中で誕生日のお祝いってあんまりされたことなかったの。たった一人でケーキを焼いて、お湯を沸かして、コーヒー入れて、イチゴとか飾って、一気食いして一人で片付ける。ゴミを捨てる。毎年微妙な気分になってた。特別な感情湧かなかったね。都内の大学に体験入学をしたことがあって、研究室を見せてもらって講義を受けてみたら結構楽しそうだった。興味は出てきたんだけど、卒業が大変だから苦労しそうだなと思った。もし入れるなら東大か京大に入りたいけどね。東大生になりたかったね。意外かもしれないけど、絵画が好きだったんだよね。塗り絵が楽しかった。赤と黄色を混ぜるとオレンジになるとか、黒と赤を混ぜると茶色になるとか、赤と青を混ぜると紫になるとか、結構知ってるんだよね。好きな色は白と緑なんだけど、この2つの色ってあんま使う機会なかった気がする。なんでだろうね。僕が社会人の時、仕事の会議って毎週開かれてたけど、有意義じゃないよね。会議室でさ、課長とか部長が今後の計画を話してんのに、スーツの格好
行したじいさんたちがただ座ってるだけだったから、彼らは一体何なんだみたいな気持ちになって、給料泥棒かって思っちゃった。現代の英語教育ってさ、アメリカ英語の割合が非常に高くて、この方向性について賛成か反対かって聞かれたら、どちらかというと僕は反対なんだよね。大前提としてイギリス英語で学習するべきハリーポッターと秘密の部屋とか、そういうコンテンツを土台にして英語の音声とか英語の表現をどんどん脳に定着させていくことが日本人にとって最も必要だと思う。そこが一番重要じゃないかな。アメリカ英語はハードルが高いから途中で挫折する人が多いんだよね。今、単語一覧を見てて、展覧会とかワープロとか、これは普段使わないなっていう日本語が結構あって、道を尋ねるとか、家を訪ねるとか、普段使うかな。文学とか小説だったらあるかもしれないけど、めったに頭から引き出さない単語って扱いが難しいよね。翻訳するのが難しい単語もあるし、悩みどころなんだよね。相談する相手が欲しいね。日本のモザイク環境に適応した外国人が、日本の作品はモザイクがあった方がいいみたいな話をよくするんですよ。僕は確実に反対ですね。隠す必要ないと思うんですよ。適度な規制は大事ですけど、絶対にモザイクはいらないです。海外って規制が緩いじゃないですか。ぜひゆるゆるでお願いします。いろんな意味で。自分が最近思うのは、物価が明らかに高いんですよ。石炭とか石油みたいな資源が影響しているんですよね。東京の中心で大都会に住んでいるので、うちの家計はいつも赤字ですよ。本気で節約するのに必死です。なので、無駄遣いを減らす方向で考えてます。贅沢なものを控えるようにして、貯金をしなきゃいけないんですよね。もっと貯める必要があります。と言いながら、最近スイッチ2を購入しちゃって、今月の予算を使い果たして、もう終わったと思ったんですけど、毎月こんな感じで不安定なんですよね。まあ、なんとかなると思います。多分。自分のルーティーンは早朝に起きて朝食を食べてデパートの試食コーナーで今日何を食べるか考えてそこで昼食を買うんですよ。夜食は食器を洗うのが面倒でインスタント食品で済ませるんですよ。もしくは夜ご飯を抜くんです。一人暮らしの典型的な例ですよね。あるあるですね。自分の少年時代は結構真面目だったんですよ。弁護士を募集していますっていう看板を見て、そういう専門的な職業に就きたくて強い憧れがあったんですよ。労働の法律とか権利とか資格の勉強をしていたんですけど、冤罪を防ぐにはどうすればいいか、最高裁でどんな判決が下されたのか、みたいな勉強をしていたんですけど、正直面白くなかったんですよ。結局のところ1年で辞めたんですよね。でも何か疑いをかけられて裁判で訴えられた時に対処できるので、今後の人生には生きると思うんですよね。おそらくですけど。自分の英語学習は発音から学びを得たんですよ。ネイティブのセリフを真似したり、ひたすら音声を聞いていると、不思議とだんだん理解できるんですよ。アメリカ人の母親とイギリス人の父親を持つキッズ YouTuber を参考にしていたので、すごく勉強になったのを実感したんですよね。大した英語力ではないんですけど、コミュニケーション能力はしっかり身についたんですよね。近頃の地球環境は大雪の増加とか大気の汚染とか気候変動、地球温暖化の減少とかどんどん悪化してるんですよね。生命に必要な酸素が将来足りなくなるとか恐ろしい話ですけど、現実的に自分ができることは限られていて様子見するしかないんですよね。今の SNS ってゲーム仲間を募集したり、もちろん便利なんですけど、誤った情報が発信されたり、悪意のある過激な投稿があったり、害のある部分も多いんですよね。長所も短所もあると思うんですけど、スマホの画面を見ることに依存したり、今の SNS は危ういと思いますね。悪い影響もあると思います。昔 Amazon の配達をしたことがあって、配送の仕事はきついんですよ。少しでも遅れるとクレームが殺到するんですよ。給料も安いですし、その他の条件も悪いので余裕がないんですよね。予想外のことも多いのであまり安定しないんですよね。他人に勧めたくはないんですよね。自分の地元は田舎なので空き家が多いんですよ。田舎の住民としては人口の減少は解決が困難で、自分の意思ではどうにもできないですね。幼少期から馬が好きなんですよ。レースとかで流れるように素早く走る姿を見てかっこいいなと思ったんですよ。すごく賢いイメージがあるのに、草を食べる姿が特徴的で可愛らしいですよね。この頃携帯の調子が悪くて通信状態が悪いって頻繁に出るんですよ。買い替えも考えたんですけど、最近 iPhone が高価なのでもう少し我慢したいところですね。性能には満足しているので、あと数年は耐えると思います。
自分の学生時代はコロナで卒業式が中止になったんですよ。卒業式ってすごく重要で、ある意味伝統みたいな感じなんですよ。みんなで何かの発表をしたり、学校の思い出を語り合ったりするので、現場の教師たちも悲しんでいて、ちょっと失望しちゃったんですよね。それでも進学や就職といった形でそれぞれの道を歩んでいるので、みんな幸せに生きていると思います。受験の思い出なんですけど、試験が開始してから5分くらいで眠くなっちゃうんですよね。文系か理系か悩んで理系を選んだんですけど、物理や数学の式を見ているとだんだん眠くなってきちゃうので、選択をミスったなぁと思いましたね。昨日の話なんですけど、電車の前にある電光掲示板に警告が表示されていて、ちょっと怖かったんですよね。おそらく故障していて、何の文字かわからないような怪しい映像が流れていましたね。ちょっと怖いなーって思いましたね。近頃は友達との関係をしんどいと感じちゃうんですよね。常にスマホの通知を気にしたり、 LINE の返信が既読になるかどうかぼーっと眺めたり、デジタル依存が激しいので生活の態度を改めないといけないですね。あっという間に時間が解けます。日本は治安がいい国ですけど、重大な犯罪が発生することもあるんですよ。犯人がまだ逮捕されていない事態が長期で続いてしまうこともあるんですよ。すでに自殺していたり、寿命で亡くなっていたり、いろいろな可能性が考えられるんですけど、早く捕まって裁判にかけられてほしいですね。きちんとした罰を受けるべきだと思います。命を失った被害者が報われないです。日本が必ずしも安全とは限らないんです。これはあらゆる国において同じなんですよね。いつ凶悪な犯罪者が現れるか全く予測できないんですよね。恐ろしいなーって思いましたね。冬場は乾燥しやすい季節なので、火災に注意が必要なんですよね。急速充電とか発火リスクがありますし、燃えたら最悪死んでしまうので、自分の命を守るためにも常に意識しないといけないですね。年齢が上がるにつれて注意力も低下していくので、本当に怖いと思いますね。ここで天気予報の時間です。沖縄から北海道まで一気に梅雨の季節に入ります。およそ2時間大雨が予想されています。その後は全国的に快晴となる見込みです。しばらくは快適な気温になるでしょう。以上、お天気の情報でした。自分は学力が高くないんですよ。数学、物理、科学みたいな分野が苦手で、哲学や道徳といった難しい授業も苦手だったんですよね。あまり知能が高くないんですよ。学歴もいい大学ではないですし、学校に通うのがだるいと感じて中退してしまったんですよ。優秀なタイプではなかったんですよね。どちらかというとスポーツが得意で、柔道をやっていて力強いねって言われていたので、体力を使う仕事が向いていたんですよね。まあ今は引きこもってゲームばっかりやってるダメ人間ですけどね。はっはっはっは。今のは笑うところです。決して滑ったわけではないです。今のはうちにペットがいるんですけど、最初は暴れ気味だったんですよ。でも愛情を持って接していれば立派に育つんですよね。強引に接するのが一番ダメで、愛が大事だと思っています。さっき大学を中退したっていうお話をしたんですけど、その後は無事に就職できたんですけど、人と話すのは得意なので、面接で長所と短所について述べるのが上手だったんですよ。ただ仕事の評価が最低レベルで、ものすごく調子が悪くて努力しないとまずいと思って、入社してから1年くらいはがむしゃらに仕事してたんですよね。結果としては大成功でした。日本でよくあるのが、仕事の同僚とか学校の同級生と集まってみんなで居酒屋に行くんですよ。お酒は嫌いじゃないんですけど、5人以上のメンバーになると会話がやりにくいんですよね。それに雰囲気が苦手で、仕事の愚痴が非常に多いので早めに切り上げるんですよ。コミュ力が高ければよかったんですけどね。自分が日本語の教師を始めてもう2年も経つんですけど、結局のところ言語学習は基礎が最も重要なんですよね。語学は初級、中級、上級の3つのレベルに分類できますけど、いい結果を求めるならまず基本を大切にした方がいいです。自分自身の成長であったり上達に必要なものだと思います。確かに効果のある学習法はありますが、簡単な勉強法はないと思います。これが語学に対する自分の結論です。幼い頃から科学に興味があって積極的に学んでいたんですよね。なんで水は0度で凍って氷になるの？どうしてお湯は100度で沸騰するの？なぜ泡は宙に浮くの？絶滅した生物はもう戻らないの？そういう疑問が浮かんだんですよ。本屋さんで書籍を漁って Google で検索をして調べ物を頻繁にしていたんですよね。物事を知りたがる性格なんですよね。
成人してから新聞やテレビでニュースを見るようになったんですけど、政府や国会議員の発言を聞いていると、何が正解で何が不正解なのか、選挙で勝利することだけが目的ですよね。同じ政府でも見解がバラバラで、誰一人として責任を負ってくれないです。都合の悪い出来事があると消極的な発言をして最終的に黙るんですよね。不幸な国ですよ。NHK からの引用なんですけど、とある大学の調査によると、長期のバイトを経験した人は貧しい環境になる可能性が明確に低いと主張しているんですよ。多くの人々のデータを使って将来いい影響を与えることを明確に示しているので、この証明は納得できますよね。まあ僕のアルバイトは半年しか続いたことないんですけどね。今のは家庭の環境って良くも悪くも人生に影響します。自分は22歳になって親から独立したんですけど、もし親との関係が悪くなければ金銭的にもっと余裕ができて豊かな環境だったかもしれないですね。親との仲がいい状態なら家族に耐えるのは大事ですよ。一旦自分の人生を振り返るのもすごく大事です。おばあちゃんの知恵って想像以上に偉大だと思います。食料とか飲料の保存方法みたいな話は地震や災害が多い日本だとすごく重要なんですよね。そういった緊急の事態に対して長年備えてきたことで日本人は生存できたんだと思います。自分は共同で作業するのが苦手で、一人で事務や営業の仕事をする方が向いていたんですよね。企画や編集の仕事もしてたんですけど、若干苦手意識があったんですよね。適切な仕事を選ばないと、うつ病とかで精神が悪化しちゃうんで、無理して抵抗のある仕事をしなくても別にいいと思うんですよね。朝から晩まで働いて、早朝まで残業したり、仕事に情熱を注ぐのは悪いことではないですけど、時には休憩も必要なんですよね。日本は取られる税金が多くてあまり贅沢できないんですよね。税金を納めないで滞納している状態が続くと郵送で赤い封筒が届くんですよ。一度だけやらかしたことがあったので皆さんも気をつけてくださいね。あれ怖いんですよ。日本の製品は品質が優れていて気に入る人が多いんですけど、実際の製造は中国が多くて日本製って感じがしないんですよね。最近は国内の設備も増えて株価も増加しているので日本企業も順調なんですよ。ようやく希望が見えてきたんですよね。これからに期待ですね。世の中には苦労する仕事がすごく多いんですよね。医師とか医療の分野は相当大変だと思います。一般的な印象としては高い収入や地位を持っていて輝いているように見えて、実際はかなり困難ですよね。自分にはとてもできないので、医者の方々には心から尊敬しています。週末好きな人と遊ぶ予定で誘うことに抵抗があったんですけど、唯一本気で好きと思える人なので、まだ前日なんですけどドキドキしてます。一生独身だと思っていたんですけど、ワンチャン結婚もあると思ってます。 SNS でやり取りをしていたんですけど、偶然の出会いってあるもんなんですね。ただ男女のお付き合いがわからなくて、人生で恋愛をしたことがないので恋人としての関係を維持したいですね。将来的には互いを支えるようないい関係になりたいですね。21世紀はどんな時代になるのか、作業とか全部 AI が代行するんですかね。人類と違って AI は態度が悪いとか提出が遅れるといったことがないので、人間の労働は突然消えるのかもしれないですね。どうしたらいいんでしょうね。昔ゲームの大会に参加して銃を撃ったりグレネードを爆発させたりして武器で戦うゲームなんですけど、その時ぶっちぎりで優勝したんですよ。参加者100人前後だったんですけど、最終試合でめちゃくちゃ盛り上がって最高の舞台になったんですよね。忘れられないいい思い出ですよ。先月うちの向かい側のビルが解体されて新しい建物が建築されてるんですけど、10階以上の建設とかあれ怖くないんですかね。自分は高いところを嫌う節があるのでさすがに不可能ですね。夜中にパソコンをつけると翌朝まで遊んじゃうんですよね。朝の通学に間に合わなくて大学の教授から怒られたり、通勤に間に合わなくて会社の上司から叱られたり、特に上司はとんでもない表情になってかなり悪口を言ってくるんですよ。生きるのって大変ですよね。自分は音楽の知識があって楽器の演奏とか当時夢中になって取り組んでたんですけど、僕には作曲の才能がなくてプロの人と比較して能力で劣るので夢を諦めたんですよね。少しずつやる気を失っていって最終的に引退しました。覚悟が足りていなかったし実力が不足していたんですよね。コメントや感想も少なかったのでまだまだ精進しなきゃと思いましたね。まあ
もうやめちゃったんですけどね。うちの兄なんですけど、短気な性格なので、攻撃的な行動に出ちゃうんですよね。家族のことを考慮してくれないし、無茶な要求もすごく多いです。こっちが何か言っても無視してくるので、一緒にいると苦痛なんですよね。やたら頑固な一面もあるので、本当に迷惑な存在ですよ。何を目的に生きるのか、何を目標に生きるのか、世の中悩むことが多いですけど、あまり真剣にならずにのびのびと暮らす方がいいと思うんですよね。深刻に考えてしまうと否定的な感情になってしまうので、何事もほどほどにするのが大事ですよ。常識にとらわれる必要はないです。一昨年の話なんですけど、クレジットカードを不正に利用されて、しかも半額しか戻ってこなくて、がっかりしたんですよ。損害賠償とか請求できないんですかね。正直、制度に欠陥があると思います。ちゃんと救済してほしいですよね。今年度から免許を取得したくて申し込みの手続きをしたんですけど、運転の練習をしている最中、操作があまりにも下手すぎて事故りかけたんですよね。それからはかなり慎重に運転するようになったんですよね。他人の命を奪うこともあるので気をつけないといけないです。昨日料理番組を見ていて、塩を入れて味を濃くして、砂糖を入れて甘みを増して、料理酒みりんを入れて鍋でかき混ぜて出来上がり完成みたいな、よくあるシーンじゃないですか。仕上げに隠し味としてコーラを入れるとか、あれって本当なんですかね。料理について1ミリも知らないのでわかんないんですけど、自分には想像しがたいですね。最近引っ越しをしたんですけど、炊飯器とか冷蔵庫とかポットみたいな家電って結構いいお値段するんですよね。あとエアコンがすごい高くて、暖房冷房どちらも強力なものを買ったら10万円くらいしたんですよ。快適なのでギリギリ許せるんですけどね。脱ボンしたい方必見。モニター募集中。眉毛300円、まつげ2000円、鼻の周り3万4000円、顎5億2000万円、首の下4兆8000億円。今なら 30% 割引で体験できます。うざいけどおさらばしましょう。ウェブサイトからぜひ応募してください。胸の痛みとか胃や腸の痛みとか最近ちょっと気になるんで、健康の意識を高めてるんですよね。あと手足も気になっていて、指が動かしづらかったり、しびれが起きたり、かかとを怪我したり、皮膚に傷がついちゃったり、爪が割れちゃったりするので、ちゃんと病院に行こうと思いましたね。がんとかあったら心配ですからね。自分は野菜めっちゃ好きで、じゃがいも、人参、大根、白菜みたいな普通の野菜も好きなんですけど、さつまいも、かぼちゃ、トウモロコシあたりの甘い系の野菜が好きなんですよね。トマト、きゅうり、ごぼう、こんにゃくとかも地味だけど結構好きなんですよね。ラーメンに入ってるネギ、ほうれん草、もやしはめちゃくちゃ大好物です。野菜嫌いな人多いですけど、野菜は美味しいから食べるんですよ。ナスとかピーマンとか玉ねぎは嫌いな人が多いですけど、頑張って克服しましょう。最近海の生物が好きで、カツオ、サンマ、マグロみたいなメジャーな魚料理から、イルカ、アザラシ、ラッコみたいな可愛い動物っぽいのも好きで、水族館もよく行くんですよね。海の生物は見ていて楽しいんですよね。昔から虫が苦手で、蝶とか小さな雲だったらギリギリセーフって感じですけど、アリ、ハエ、ゴキブリとかはちょっと勘弁してほしいですね。ムカデとかは画像貼れねえな。ポケモンのそれっぽいやつで代用するか。まあとにかく虫は苦手です。子供の頃から鳥が好きなんですよ。ハト、カラス、スズメみたいな身近な鳥類も好きなんですけど、インコ、フクロウ、オウムとかめっちゃ可愛くないですか？あとコウモリも好きですね。小さい動物が結構好きなんですよね。たまらないですね。小学校の頃、ウサギとかキツネを飼いたかったんですけど、親に反対されたんですよね。タヌキも可愛いんですけど、多分法律上飼えないんですよね。リスとかネズミとかハムスターみたいな小さい動物しか飼えないんですよね。残念です。中学に入ってから牛とかキリンとかゾウみたいな大きい動物に憧れたんですよね。現実的に飼えるのは羊、鹿、ヤギみたいな選択肢が少ないんですけど、虎とかヒョウみたいなかっこよくて大きい動物を人生で一回は飼ってみたいですね。最近寿司ばっかり食べてて、ウニ、エビ、イカ、カニみたいな人気なものばかりですけど、めっちゃ好きなんですよ。あとアサリ、カキ、ホタテみたいな貝類も好きなんですよね。日本酒とか焼酎に合うんですよ。
お酒とつまみの相性が良すぎてやめらんないんですよね。そういえばうなぎって淡水魚ですけど、鮎、鯉、金魚とか食べられるんですかね。ちょっと気になりますよね。昔から花の鑑賞が好きで、朝顔、菊、バラみたいな可愛い系の花が好きなんですよ。ユリ、ひまわりなんかもいいですね。あと木も好きで、杉、桜、ヤシの木とか見てるだけで楽しいんですよね。さくらんぼが鳴ってる木とか見るとテンションが上がるんですよ。自然が好きなんですよね。めったに使わない日本語コーナーの時間です。上等だとかアニメでしか使わなくないですか？まあ今回はあまり入れなくていいですよね。ここまでにしておきましょうか。お疲れ様でした。